旅人、こんにちは。フォンテーヌについてもっと知りたい？私でよければ案内してあげるわ。記者の勘が言ってる。君と一緒に出かけたらきっと面白いネタを見つけられるってね。フォンテーヌはあらゆる水の上にあるんだけど、その水自体周辺地域よりもはるかに高い位置にあるの。だからここの水域を湖と呼ぶべきか、それとも海と呼ぶべきかについては未だ議論が続いてるらしいわ。もし高いところからのんびり景色を眺めたいのなら純水船に乗るのがおすすめよ。船上でメルジーヌのガイドが語るフォンテーヌのフード文化に耳を傾けながらゆったりとしたひとときを過ごすのは最高に気持ちいいんだから。そうね、観光するならフォンテーヌ邸から見て回るのがいいかしら。フォンテーヌ邸はフォンテーヌの要となる都市で、この国のすべての公務はここで処理されてる。アクアロードターミナルを中心にその周りを立体的な円を描くようにして観光スポットや生活エリアが分布してるの。フォンテーヌ邸で一番重要な建物といえば言うまでもなくスチームバード新聞社というのは冗談で、フォンテーヌの最高権威を代表するパレメルモニアよ。フォンテーヌ邸の最高層に位置し、最高審判官ヌビレット様の執務室をはじめ共立邸、出立邸、マレショーセファントムなどなど全ての行政機関の本部がここに集まってて、秩序正しく毎日大量の公務を処理してるわ。パレメルモニアの下にはフォンテーヌ邸の生活エリアが広がってるの。フォンテーヌ邸はグルメ、芸術、ファッションなどいろんな分野で注目を集めてるから観光地としてもすごく人気なのよ。フォンテーヌ邸の下水道にはサンドル川って呼ばれる場所があって、そこは昔からフォンテーヌのグレーゾーンとされててね。日の光が当たる地上に対し、ここは影に覆われた場所。フォンテーヌで起きた様々な事件の手がかりが見つかることもかなり多いの。記者という職業柄、私もサンドル川に情報筋を持ってるわ。でも秘密ね。ナビアとの関係のおかげでここではかなり融通を聞かせてもらってるの。なんたって彼女の率いるスピナディ・ロースラの拠点だからね。水の国フォンテーヌの水中世界も一見の価値があるわ。その圧巻ともいえる景色を目の当たりにすると神の目を持ってて本当に良かったって思えるの。じゃないと重苦しい潜水服を着て潜るしかないでしょ。そういえば君も素潜り派よね。大水期以降過去の歴史や建物の多くが水に沈んでしまった。そういった歴史探索を題材にした新聞コラムはずっと高い評価を得てるの。でも一方でそれに便乗した詐欺事件も多発してるわ。ここにいるとなんだかほろ苦い愛と希望を感じるんだけど、なんででしょうね。ここはエルトン海溝と船の墓。かつて無数の船が沈んだ場所で亡霊が潜んでるって言い伝えもあるの。数百年前ここでフォンテーヌ海軍白い艦隊と巨獣エリナスが死闘を繰り広げたそうよ。その戦いでフォンテーヌの地に災いをもたらした巨獣は滅ぼされた。そしてその首だけがここに残り、体は今のエリナスの山石となったとか。幽霊船を目撃したの？ぜひ詳しく聞かせてちょうだい。うっかりリフィー地区に入っちゃった。サーチライトの光に当たらないように気をつけて。って言ったそばから当たっちゃったわね。こんにちは。私たちはここの囚人ではありません。これはスチームバード新聞の記者証です。身元確認にちょっと時間がかかりそうだね。いっそのことこの時間を利用して辺りを回ってみない？
ここってなんとなく雰囲気が暗いわね。水中だからかしら。ま、せっかくだし、メロピデ要塞の主、公爵のプライベートについて話を聞いてみましょう。ふむ、誰にインタビューしようかしら。ねえ、おすすめの人はいる？よし、無事上陸。やっぱり陸地の方が安心感あるわ。もう二度と脱獄犯扱いされないように気をつけましょう。フォンテーヌ邸の北東、エリニュス山林地区の北側にあるのが、かの有名なフォンテーヌ科学院。いや、正しくは、フォンテーヌ科学院の跡地よ。この場所に科学院を建てたのは、創立者のアラン・ギオタンなんだけど、その横には、妹のマリアンを記念するための公園も作られたんだって。今はどっちも廃墟になってるけどね。フォンテーヌ科学院の元上級技術官、エドウィン・イースティングハウスが、アルケームを用いた実験をしていたら、大爆発が起きて、辺り一帯をめちゃくちゃに吹き飛ばしちゃったそうよ。その事故で、今の不思議な光景、直感とは相反する奇観が生まれたの。でも、あまり近づかない方がいいわ。二次災害が起こるかもしれないからね。フォンテーヌ科学院から生み出された発明品は、人々の生活に多くの変化をもたらしたわ。クロックワークマシナリーやフォンタもその例ね。スチームバード新聞の読者からも、科学院の近況が気になるって声が多く寄せられてるの。新聞社から現地に派遣された記者たちが、科学院の調査や取材をしてるんだけど、研究員にかなり警戒されてるみたいで。旅人、もし何か情報を知ってたら、教えてくれると助かるわ。科学院の南側には、フォンテーヌの聖地と言われるエリニュス島があるわ。伝説によると、すべての水脈はエリニュスで合流するらしいの。島で最も有名な観光スポットといえば、ズバリエピクレシス歌劇場、皇帝となる場所よ。正義を信仰する国フォンテーヌでは、審判は大人気のエンターテイメントなの。エピクレシス歌劇場の審判を見ずして、フォンテーヌに来たというなかれって言葉があるほどよ。歌劇場の前にある大きな噴水は、ルキナの泉っていうの。噴水にモラを投げ入れて願い事をすると叶うって、昔から言われててね。あと、こんな伝説もあるわよ。あれ？ナビア、それにクロリンデさん？どうしてここに？シャルロットこそ、なんでここにいるの？ああ、クロリンデとはさっきここで会ってね。それより、フォンテーヌ邸でユーフラシアさんに会ったけど、シャルロットを探してたみたいよ。編集長が？ごめん、私行かなきゃ。フォンテーヌの案内の続きはまた今度で。本当にごめんなさい。なんだ、私の相棒にフォンテーヌを案内してたの？じゃ、続きは私に任せてちょうだい。ちょうど勤務時間外だから、私も同行しよう。ほんと？助かるわ。それじゃ、よろしくね。シャルロットったら、相変わらず慌ただしいんだから。ユーフラシアさんの呼び出しがいいことだといいんだけど。さてと、相棒、さっきは北から回ってたの？なら、次はエリニュス山林地区を案内してあげる。ここ一帯の森は、すごく幻想的な感じがするでしょ？植物も景色も、他の場所とは全然違うの。例えばあそこ。強風が吹き荒れてるでしょ？あの湖の中心からは水が湧き上がってるんだけど、その風は人々をそこから遠ざけてるの。湖には古虫のウィーピングウィローって木が生えてて、伝説じゃ湖と同じ色だって言われてるけど、なんか枯れちゃってるみたいね。そうだ、山林地区には音楽にまつわる装置がたくさんあるからいじってみたら？これが結構面白くって。でも、一体誰が作ったのかしら？音楽といえば、おのずと古代レムリア王国を連想するだろう。おのずと？クロリンデ、なんだかよく知ってるみたいね。
エリヌス山林地区で私が一番詳しいのは、ザ・ラスティラダーって酒場ぐらいかな。この辺りはピトの縄張りなんだけど、サンドル川と似てて、多くの情報が交わる場所なの。ま、何も知らない人がここに来たら、ただの酒場としか思わないでしょうけど。そういえば、このボロボロの船にも実は歴史があって、かつての白い艦隊が乗ってた鋼鉄艦の残骸なんだって。モルテ地区については、あまり詳しくないの。だって住んでる人も少ないし、あの霧の中に立ってる塔もなんだか不気味でしょ？ちょっと近寄りがたいんだよね。あ、ここに紹介が書いてある。どれどれ？水仙十字結社という組織によってイプシシマスの塔が建てられ、ねえ、聞いたことない単語ばっかり。水仙十字結社は過激な違法組織で法廷も認める犯罪集団だ。この塔も数百年前にすでに封鎖されている。ナビアが知らないのも無理はないだろう。つまり知らない方がいいってことね。お？この下にも大きな遺跡があるみたい。だけど私、歴史はあんまり得意じゃないんだよね。その遺跡も水仙十字結社の建物だったんだろう。次はブロー地区に行きましょう。あそこなら詳しいから。あの山はモン・オトンヌキ。スピナリロースラの発祥地、ポアソン町は山の西側にあるわ。今は地下の小さな町だけど、フォンテーヌがまだ大水期に見舞われる前、ポアソン町は賑やかな港だったんだ。そうそう。フォンテーヌの大人気グルメ、ポアソンシーフードスープは、ポアソン町の漁師が作った料理よ。作り方も簡単で、味も最高なの。歴史は得意じゃないと言ってなかったか？ポアソン町のことは詳しいの。そうか。自分に関係のある歴史を覚えてるなら、それで十分だろう。そうでしょ？あ、もう一つ思い出した。数百年前、ポアソン町で起きたポアソンの包囲って事件も有名でね。フォンテーヌ邸がサーンドル川の整備を計画した時、エドワルド・ベイカーって人が人々を集めて抵抗したの。その後いろいろあって、ポアソン町まで逃げてきた彼は、ここで決戦に臨むんだけど、結局、フォンテーヌ邸に逮捕されちゃうんだ。今でも彼のことはポアソン町で語り継がれてるの。ブロー地区の西に広がる広大な山岳地帯はベリル地区。数百年前の巨獣エリナスの残骸がエリナスの山石になったって説があるの。ここはメルジーヌたちの故郷でね。メルジーヌはエリナスの体から生まれた生き物なんだって。どうやって生まれたんだっけ？400年以上も前のことだが、水仙十字結社とマレショーセファントムは、エリナスの体内で決死の戦いを繰り広げ、大規模な爆発を起こした。また爆発？当時、マレショーセファントムは、数多くの機械を戦いに用いていた。それら機械がエリナスの体にぶつかった時、メルジーヌが生まれたという。だから当時、メルジーヌは不吉な化け物とみなされていた。もし最高審判官が人々の非難をものともせずメルジーヌを受け入れなかったら、彼女たちがどんな運命をたどってたかは誰にもわからない。ほとんどのメルジーヌはベリル山地の下にあるメルシー村に住んでるの。神の目がなかったらここまで潜るのも一苦労だったでしょうね。でもメルシー村って気温も高めだし、色合いも変わってるから、なんだか伝説の巨獣の体内を歩いてるって感じがしない？すごく不思議な気分。そういえば、スチームバード新聞が選んだ今年度夕刊チャレンジトップ100にメルシー村の料理を食べるってのがランクインしたんだって。それぐらいメルジーヌの感覚は人間とはちょっと違うみたい。全然違うと言うべきだろう。ホラ貝があるな。それがどうかしたの？いや、大したことじゃない。ただ、これはレムリア時代の名残なんだ。ああ、そういえばファントムハンターって確か
レムリア。そうそう。レムリアが滅びた後の魔物を倒すのが目的だったんだよね。ああ、数千年前にレムリアが滅びて深海に沈んだ後も、人間界に残された魔像による被害は続いていたらしい。その魔像を退治するために創設された組織が、ファントムハンターだった。フォンテーヌの水域の外れにポツンと浮かぶ、ペトリコール町の下には、古代レムリア王国の遺跡が残っている。そこを訪れる機会があれば、かつての王朝の痕跡を見つけられるかもしれないな。レムリアの音楽は、公海に響き渡っていたという。そんな王国のきらびやかな歴史に息を飲むことになるか、それとも探索が徒労に終わるか、どう転ぶかはわからないが、いずれにせよ、今の平和で美しいペトリコール町からは、王実の爪痕はもう見られない。数千年って年月が経ってるんだもんね。旅人、少し疲れているようだな。ま、仕方ないんじゃない？一気にいろんな場所を回ったんだし。そろそろボア村町に戻ろっか。ごちそうをいっぱい食べて、ゆっくり休みましょう。相棒、私たちのガイド、どうだった？フォンテーヌの魅力を少しは知ってもらえたかな？今回案内した場所は、あくまで私たちが知ってるところだけなの。フォンテーヌは広大で、まだまだいろんな顔を持ってる。だから、今度は自分で探索してみるのもいいと思わない？次の探索に備えて、しっかり英気を養っといてね。